エアコン高すぎ。でもやっぱり安いモデルってあんまり良くないんだよね。こう思われてる方多いかもしれません。はじめに結論から言うと、安いモデルでも全然大丈夫です。じゃあ一体高いモデルとの差って何なのか、それから買いモデルはメーカーごとにどんな特徴や違いがあるのか、今回はそのあたりの解説をしていきます。それではやっていきましょう。はじめに格安エアコン、つまり買いモデルは上位モデルと何が違うのかを簡単に紹介します。まずは文字通り価格が大きく違います。最上位モデルの価格は買いモデルの3台分の価格です。この価格差は主に性能の部分で、例えば冷暖房性能を比較したとき、同じ適用畳数のモデルでも 1.5 倍程度違います。さらに上位モデルには多彩なセンサーが搭載されていることが多く、人に風が当たらないように風よけしたり、室温が一定になるように気流や出力を制御するので快適、静音性も高いです。それから上位モデルは省エネ性も高く、6畳モデルで年間3000円程度、10畳モデルで4000円程度電気代が安いです。ただしこの値はあくまで東京の値であり、例えば札幌であれば3倍かかり、沖縄は約半分、冬の寒さが厳しい地方の方がより電気代がかかる傾向です。それから上位モデルはフィルターの自動掃除機能も備えます。運転停止後、自動的にフィルターに溜まったゴミを掃除するメカがあり、これがフィルターを掃除します。このメカの有無で清掃業者へエアコンのクリーニングを依頼する際、追加料金が発生し、買いモデルと比べ6000円程度は割高になります。どのメーカーも一定期間使用後は自動掃除機能の有無関係なくエアコンのクリーニングを推奨しています。結局クリーニングする必要があるならば、費用を抑えるため自動掃除機能がついていない上位モデルがあればいいのにという声も一定数あります。よくこのクリーニング代だけに着目し、買いモデルを激推ししているブログ記事や YouTube 動画を見かけますが、ご覧のような差がありますので、必ずしも買いモデルがいいというわけではないです。価格が安い買いモデルは非常に魅力的ですが、個人的には滞在時間の多いリビングなどには快適性を考慮したモデルを、あまり使わない部屋や子供部屋などには買いモデルを検討されるのがいいかなと思います。なお、いつ、どこで、どれくらいのパワーのエアコンを選べばいいかについては、こちらの動画で詳しく解説していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。それでは早速、大手5社、ダイキン、三菱電機、パナソニック、日立、富士通ゼネラルの比較をしていきましょう。まずは暖房能力。各社の暖房最大能力を比較します。このグラフは各メーカーの6畳から18畳用の暖房最大能力です。横軸が適用畳数、縦軸が暖房能力となります。この数値が高いと暖房がよく効くのはもちろんですが、効くまでの時間も短くなります。14畳モデルから突然能力が上がっているように見えますが、これは14畳を境に電源が 200V となることが多いからです。コンセント形状も変わってきますので注意が必要です。6から10畳クラスのモデルではそこまで大きな差はありませんが、富士通ゼネラルが高めな印象。12畳モデルではダイキンが高いです。14畳以上となると富士通ゼネラルが他社と比較すると見劣りします。このように適用畳数によって傾向が変わるので、自分の欲しいモデルはどの程度の性能かチェックしておくといいでしょう。続いて冷房最大能力。6畳モデルは揃えたかのようにぴったりです。それ以外ですとモデルにもよりますが、8から10畳クラスでパナソニックがわずかにスペックが劣るかなといった具合です。口コミでは各社のエアコンのパワーに関して満足されている方が多かったですが、やはり上位モデルと比べると数値で見劣りする分、特に
暖房の効きを指摘する声が多かったように感じました。次に電気代です。これは気になる方も多いのではないでしょうか。6畳から10畳モデルの年間電気代を記しています。各社実は差がありません。これは省エネ法で定められた目標値ギリギリで各社競っているからです。この電気代は基幹消費電力量というスペックから算出していますが、条件が東京木造住宅で10ヶ月の期間、夏は27度、冬は20度の設定をし、1日18時間冷暖房運転をした想定となっています。1日18時間は一般家庭で考えるとかなり長い部類に入りますが、一方で設定温度の冬の20度はだいぶ寒く、かなり節約している設定と言えるでしょう。なお、設定温度は1度変えると電気代が 10% 変わると言われていますので、節電したい場合は風量を強くする方が電気代には優しいです。電気代はトータルでどうなるのか疑問に思われている方も多いでしょう。そこでシャチパンが実測してきました。これはシャチパンが家のエアコンの消費電力を毎日24時間実測し続け、その1年分のデータとなります。ご覧のように夏よりも冬の方が消費電力が高く、電気代もこれくらいになりました。エアコンのスペック値と比較すると8000円ほど高くなった結果です。シャチパンは首都圏在住のマンション住まい、設定温度は夏も冬も24度くらいにしていました。少なくともこれくらいの設定ではスペックよりも電気代がかかるでしょう。参考にしてみてください。ちなみに使い方や地域にもよりますが、6畳から10畳の上位モデルの電気代はこれから3000から4000円程度安く済みます。10年使って4万円なので、本体価格の差を埋めることは難しいでしょう。次に環境対応。ここ数年猛暑が続き、気温が40度を超えるような地域も珍しくなくなってきました。室外機は屋外にありますので、この過酷な環境下でもきちんと動作するように各社買いモデルにおいても対応を進めてきています。夏の環境では今年から三菱電機も対応し、晴れて全メーカー室外機の吸い込み温度50度まで動作保証されるようになりました。実際に気温が50度となるところはありませんが、風通しの悪いところや日光の照り返しがあれば十分に考えられる温度です。暑さが厳しくなると冷房の効きが悪くなることもあるので、対応範囲が広い方がいいでしょう。一方、冬の季節ではダイキンのみがマイナス15度対応と記載があります。ダイキンは過酷な環境での運転に定評がありますので、厳しい冬を迎える場所にお住まいであればダイキンはおすすめできます。次に特徴です。ダイキンの特徴は水内部クリーンとスイング圧縮機。水内部クリーンとは冷房運転で発生させた結露水で熱交換器の汚れを洗浄してからストリーマ照射し、カビや匂いの発生を抑える機能です。ストリーマとは同社の空気清浄機にも搭載されており、プラズマ放電によって発生する高速電子が空気中の酸素や窒素と結合することで分解素を生成。これがカビや匂いを酸化分解するというものです。ただしこの洗浄運転はそれなりに長く、また室温低下もあるので外出時などに行うといいでしょう。スイング圧縮機はダイキンが採用している圧縮機で、他社はロータリー圧縮機を使っています。ブレードとローラーが一体化されている構造により、金属と金属との衝突や摩耗が少ないので耐久性が高く、静音性にも優れているという特徴があります。次に三菱電機の特徴はフロアアイ、外せるボディです。フロアアイは赤外線センサーで床温度を測定することで部屋の温度ムラを感知し、快適運転するというものです。上位モデルほど複雑な動きはできませんが、下位モデルでの搭載は嬉しいですね。外せるボディは
ユーザーがパーツを取り外しお手入れができるというものです。上位モデルのようにフィルターカセットは取り外せませんが、前面パネルやフラップを簡単に取り外してお手入れできます。続いてパナソニックの特徴はナノ EX 内部クリーンです。ダイキンと似ていますが、運転後に自動でスタート、結露水で洗浄した後乾燥、その後ナノ EX を充満させ清潔をキープします。すでに生えてしまったカビを除去することはできませんが、カビの成長を抑制することができます。他社と比較すると特徴としては少し見劣りするでしょうか。なお、運転停止後内部クリーンが始まりますが、あれまだ動いているなと再度停止ボタンを押してしまうとクリーン機能が途中停止してしまうので注意が必要です。次に日立の特徴は凍結洗浄です。同社の上位モデルに搭載されていた人気機能ですが、下位モデルにも搭載されるようになりました。熱交換器を結露水により凍らせ、蓄えた霜を一気に溶かし汚れを洗い流す機能です。結露水による熱交換器洗浄はダイキンをはじめパナソニックなど各メーカー搭載されていますが、凍らせるのは日立だけです。室外機にも対応しています。実は結露水だけでは水の量が少なく、カビや油汚れといった粘着性のある汚れは落としづらかったり、暖房運転時はそもそも結露水が発生しません。そのため凍結により発生させた霜を一気に溶かすことで十分な水量が得られ、高い効果が期待できます。また通風路やフラップ、フィルターまでもがステンレス製で汚れづらいのも特徴です。日立は清潔性に最も力を入れているエアコンと言えるでしょう。続いて富士通ゼネラルの特徴は加熱除菌です。上位機種にも搭載されている人気機能です。結露水洗浄した後の熱交換器を55度以上に加熱することでカビ菌や細菌を除菌します。よく日立の凍結洗浄と比較されますが、カビは熱には弱い一方で、低温では成長速度が遅くなるだけで死滅はしません。一度生えてしまったカビという点では富士通の方が有利でしょう。ちなみにシャチパンは暑さにも寒さにも弱いですが、長時間労働に最も弱い生き物です。なお、各社の洗浄機能によりエアコンが清潔に保たれますが、掃除が不要となるとはどのメーカーも謳っていません。掃除の頻度は落としてもいいのかもしれませんが、必要になりますので定期的な掃除は心がけた方がいいでしょう。ちなみにカビが生えやすい場所はエアコン内部の熱交換器、ファン、そして排水経路であるドレンパンになります。熱交換器だけではないので注意が必要です。続いて価格です。各社の6畳から10畳用下位クラスの家電量販店モデルと住宅設備用モデルの価格を記しています。突然何ぞやと思われるかもしれませんが、家電量販店モデルは文字通り家電量販店で売られているモデル、住宅設備用モデルは工務店やハウスメーカー、ネットでの取引もあるモデルです。両者は型名も似ているので非常に混乱しますが、下位モデルにおいてはご覧の通り住宅設備用モデルの方が安い傾向です。特に安いのは三菱電機、パナソニック、日立ですが、下位モデルの住宅設備用エアコンは家電量販店モデルから機能制限をされていることがほとんどなので、安いからといって飛びつくと痛い目に遭います。機能制限項目はこちらになります。こうして見ると富士通ゼネラルは目立った機能制限なし、ダイキンはフラップの左右オートスイング運転がなし、安価な三菱電機、パナソニック、日立はだいぶ機能が制限されていることがわかりますね。安いのは安いなりの理由があるのです。ここらの機能が不要ということであればいいですが、ご購入を検討中の方はこのような違いがあることを知っておくといいでしょう。より詳しく知りたいという方は繰り返しになりますが、
こちらの動画でより詳しく解説していますので、後で参考にしてみてください。なお、機能制限を加味すると特段安いメーカーというものはありませんが、上位モデルはこれの 3,4 倍の値段がするので、だいぶお得感はあります。続いて口コミです。口コミ数百件分のデータをまとめました。総じてパワーに関しては各社満足されている方が多かったです。エアコンとして使い物にならないということはないでしょう。一方、静音性に関しては各社不満の声が多めな傾向でした。ダイキンはエアコン世界売上高ナンバーワンを誇っているだけあり、非常に人気で耐久性、安定性が好評でした。また、今年から室内機のサイズが変わり、高さがコンパクトになりました。他社と比較しても設置性は高そうです。悪かった意見としては、エアコン内部洗浄の乾燥時間が長いため、少し生ぬるい風が出てしまい、せっかく冷やした部屋が暑くなったという声があった程度で、目立った酷評が少なかったです。続いて三菱電機です。お手入れがしやすいと好評でした。三菱電機は全機種通してユーザーのお手入れのしやすさに重点を置いています。それからモデルにもよりますが、室外機が他社より小さめなのもいいという意見がありました。また、機能制限は多くあった住宅設備モデルですが、価格はだいぶ安いのでシンプルなエアコンとして喜ばれていました。悪かった意見としては、上下のスイング運転はありますが、左右のスイング運転が手動である点、それから各社そうなのですが、室外機が少しうるさいという意見が他社より多く感じました。次にパナソニックは最低出力運転がいいという声がありました。他のメーカーは最低出力が 0.7 から 0.8kW ですが、パナソニックは 0.4kW 程度まで出力できます。これの何がいいかというと、微妙な室温の時に普通はオンオフ運転を繰り返してしまいますが、ギリギリまで室温を制御することができます。それからナノイーがいいという意見がありました。花粉や匂いに効果があります。また、アプリも他社と比較して使いやすいと好評でした。外出先から遠隔操作できます。悪かった意見としては、三菱電機同様、室外機が少しうるさく感じるという意見が他社より多い印象でした。続いて日立はパナソニック同様、最低出力運転が好評でした。日立はパナソニックよりも高い水準の 0.2kW まで制御できます。これにより止まることが少なく、湿気戻りに多少強いでしょうか。湿気戻りとは梅雨や夏の時期に起きるもので、設定温度に到達し運転が停止した後もエアコンのファンが回り続けることにより、結露した熱交換器の湿気を室内に戻してしまい、部屋の湿度を上げてしまうというものです。それから凍結洗浄、ステンレス製の作りに清潔性を期待する声が多くありました。悪かった意見としては、室温設定が他社は 0.5 度刻みなのに対し1度刻みで残念という声がありました。せっかく最低出力運転のスペックが高いのに少しもったいない気がします。次に富士通ゼネラルは特徴でもある加熱除菌によるカビ抑制を期待する声が多くありました。また、室内機の形状が他社と違い、奥行きはあるものの幅と高さを抑えた設計となっているので、狭い場所にも設置できたという声がありました。先ほどの湿気戻りも設定温度到達時にファンを停止する省エネファンという機能があるので、ある程度効果が期待できます。ただし、ファンが停止するということは空気の対流が起きなくなるので、エアコンの室温検知が鈍くなります。室温が上がって再度冷房がつくタイミングは少し遅れる可能性があるでしょう。悪かった意見としては、加熱除菌中は室温が高くなってちょっと暑い、それからヤマダウェブコムなどが取り扱っている R シリーズというフィルター自動清掃機能付きのモデルのフィルターがぐにゃぐにゃにひしゃげることがあるという悲鳴が上がっていました。
最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数。満足度は下位モデルながら全体的に高めな傾向。今年は順位の変動なくほぼ横ばいという結果でしたが、そんな中ダイキンはさらに点数を上げ 4.63 点という高得点を叩き出し、次いで富士通ゼネラルでした。ダイキンの人気は下位モデルであっても凄まじいものを感じますね。参考にしてみてください。一言まとめ。選び方としては、お手入れのしやすさ重視で室外機も小さめなものがいい方は三菱電機、ナノイーやアプリの使い勝手に魅力を感じた方はパナソニック、凍結洗浄やステンレス構造など清潔性重視の方は日立、カビ撲滅委員の方でさらに湿気取り抑制もついているエアコンをお探しであれば富士通ゼネラル、最後に安定性耐久性に定評のある人気のエアコンであればダイキンが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。